はい、こんにちは、梅野です。本日はキバナコスモスを撮っていきたいと思います。はい、川の堤防沿いにキバナコスモスがずっと咲いてまして、綺麗になってます。まず1枚目はこのいっぱい咲いているところじゃなくて、1本だけフォーカスして撮っていきたいと思います。なのでこのいっぱい咲いている方じゃなくて、ちょっと外れの方にポツポツと咲いているキバナコスモスがありますので、こういうところを狙って撮っていきたいと思います。で、黄色とかオレンジで綺麗な花なので、手前のこの緑を使って撮ってあげるといい感じになるんじゃないかなと思ってます。これじゃちょっとこの辺にもちょろっと咲いてますので、ここをしゃがむことで緑の草で前ボケを作ることができます。で、この、草の合間ですね、合間のどっか隙間からキバナコスモスが見えるところを狙って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前にある草を、前ボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。この場合でシャッタースピードが、1600分の1秒出てますので、手ぶれしないので ISO 感度100で OK です。で、ちょっと明るめに撮っていきたいので、露出は若干上げてプラス 0.3 で撮っていきます。で、特にすごい白いとこもないので、速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の草を前ボケに使わせてもらいまして、草ってわからないぐらいボケてくれたおかげで、緑の色の要素として使うことができています。で、その後ろにオレンジ色のコスモス映ってますので、緑とオレンジの色の対比になってすごい映える感じになったんじゃないかと思います。で、いっぱい咲いてるんですけど、ポツンと1本だけあるところを狙って撮ることで、より視線誘導というかオレンジ色を目立たすこともできたんじゃないかなと思います。で、構図の方はもうあまり意識はしてなかったんですけど、一応3分割の構図の交差点に収めて撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。風の影響で草が同じ方向に倒れてまして、でその間からポンとキバナコスモスが生えてますので、これをラインとして草をラインとして使わせてもろうて、でこのコスモスをもう日の丸構図でシンプルに撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は4に設定しまして、コスモス全体にピントが合うようにしていきます。この場合でシャッタースピード、800分の1秒から1000分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。で、草が反射してちょっと見づらい感じがあって、で変更フィルター今日持ってなかったので、露出をちょっと下げて撮っていきます。露出はマイナス 0.3 に設定して、速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。コスモスはシンプルに日の丸構図で撮りまして、で倒れている草が一定方向に倒れてましたので、これをちょっとライン的な感じで入れさせてもらって撮りました。で、他は緑で埋まってまして、真ん中日の丸構図のところにオレンジ色のコスモスがポンとありますので、一番王道な日の丸構図で撮れたんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。
はい、次はこの堤防の上から下に向かって撮っていきたいと思います。この斜めに、なっている堤防の、ね、崖っていうか、そこにぺったりキバナコスモスが咲いてますので、これを上から撮っていきます。で、望遠で、狙っていきまして、できるだけ手前のコスモスにピントを合わせて、後ろの方にあるコスモスはボケさせて撮っていきます。一応3分割の、下のラインのところにピントを合わせるコスモスのラインを置いて、で多分あの辺にまとまってるんで、この辺がこうピントがあって、でこっち側がボケるっていう感じの写真になると思いますので、そんな感じで撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値 2.8 にするとピントを合わせたいコスモスのところも、ピントが合ってたり合ってなかったりするコスモスが多く出てきますので、 F 値4にちょっと絞って、できるだけピントを合わせたいコスモスと距離が似ているところは他のコスモスもピントが合うようにしていきます。でこの場合で、シャッタースピード400分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。でちょっと太陽今日すごい晴れてまして明るいので、露出はマイナス 0.3 にちょっとだけ下げて、速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の方のコスモスにピントを合わせまして、で3分割のラインの一番下のこの横のラインに合わせてコスモスを配置しています。で F 値4にしたことで、手前の方ピントを合わせたコスモスとその周りも、それなりにピントが合ってまして、ボケすぎていない状態になっています。で背景の方はもう大きくボケて、色の要素となって奥行き感を感じる、ちょっとこう花畑感を感じるような、写真になっているんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、最後はここから撮っていきたいと思います。ここのコスモスをローアングルから撮りまして、で太陽と一緒に入れて撮っていきます。縦構図の3分割の左上の交差点に、太陽を入れて、右下の交差点にこのコスモスを入れて撮っていきたいと思います。で普通に撮ってしまうと、普通の写真になりますので、使っていく機材が、50か70ミリぐらいで撮っていきたいなと思ったので、標準ズームレンズに交換したのと、あとこのブラックミストフィルターを使って太陽の光をこう拡散するような感じで撮っていきたいと思います。で保護フィルターとこのブラックミストフィルター2枚つけてますので、この何でしたっけ、2470の Z レンズは逆光耐性が強いのでフレアとかゴーストとか出ないんですけど、保護フィルターとブラックミストフィルター2枚重ねることでフレアとかゴーストが出ると思いますので、わざと、それも出して演出として、使っていきたいなと思ってます。はい、カメラの設定していきます。F 値開放にしすぎても今日風が強いのでコスモスになかなかピントが合いませんので、F4 か 3.5 ぐらいにちょっと絞って撮りまして、ピントが合わせやすくするのと、あとフレアとゴースト、ゴーストの感じが出やすいように、していきます。で実際太陽の方に向けるとシャッタースピード1万分の1秒とか出てますので、ISO 感度はもう100のままで OK です。で露出はプラマイ0、速攻モードもマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左側に、太陽を入れて、で右側にコスモスを置いてるんですけど、結構ね風が強くてコスモスが動いてしまいますので、
左上に太陽、右下にコスモスという風に狙った感じではなかなかいかなかったんですけど、まあイメージ通りの感じで撮れたかと思います。でまずブラックミストフィルターを使ったことで太陽の光がこうちょっと拡散するような柔らかい光になっていることと、保護フィルターとブラックミストフィルター2枚重ねることでフレアやゴーストをわざと出して、演出の一部として使うことができました。でフレアやゴースト、昔はねやっぱり嫌われるあれだったんですけど、今は逆に出にくくなりましたので、反対にこう新鮮さっていうのが、若い世代の方にはありますので、そういうのを狙って撮ってみるといいかもしれません。でフィルターとかを2枚重ねにしたりとかで、太陽に向かってこうカメラを斜めに構えるとフレアやゴースト出やすいですので、もし狙いたい方はそういう方法で、ちょっと狙ってみてください。はい、本日はキバナコスモスを撮りに来ておりました。でキバナコスモスはもうオレンジ色か黄色しかありませんので、見る分には綺麗なんですけど、実際撮ろうと思うと結構難しい、お花になってきます。色が一緒なんでね、全部ワンパターンになってしまいがちなので、角度とかを変えることで、バリエーションを出してあげるといいと思います。前ボケを使ってみたりとか、最後に、僕が撮ったみたいにちょっとこう青空を入れたり、太陽を入れたりで、背景を別のものに変えたり、いろいろして、バリエーションを出してみてください。本日は今日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。